木村あかり、22歳、大学4年生。彼女は駅前のコンビニでアルバイトをしている。レジ打ち、品出し、清掃、繰り返される日常業務の中で、あかりは常に冷静沈着な対応を心がけていた。どんな客に対してもマニュアル通りの丁寧な言葉遣い、それが彼女の信条だった。今日もまたいつものように平穏な一日が過ぎていくはずだった。時刻は午後6時。夕食を買い求める客で店内はにぎわい始めていた。その時、自動ドアが開き、一人の男が入ってきた。スーツ姿の中年男性。その顔は赤く険しい表情をしている。彼の姿を見た瞬間、あかりの胸に嫌な予感がよぎった。男はまっすぐレジに向かってきた。おい、君、ちょっといいか。あかりの隣でレジを打っていた先輩の田中がぎょっとしたように身構える。男は持っていたコンビニ弁当をカウンターに叩きつけた。この弁当、冷たいじゃないか。男の声が店内に響き渡る。他の客が一斉にこちらに視線を向けた。田中は慌てて謝罪する。大変申し訳ございません。温めが足りなかったでしょうか。足りないも何も、温まってないんだよ。どうしてくれるんだこれは。男はさらに声を荒げ、弁当の容器を指さして怒鳴る。店長の佐藤が奥から飛んできた。お客様、大変申し訳ございません。すぐに新しいものとお取り替えします。お代は結構ですので。しかし男の怒りは収まらない。新しいもの？取り替えたって同じだろうが、俺の夕食の時間が台無しになったんだぞ。男の要求はエスカレートしていった。お前らの誠意が見えない。土下座しろ。その言葉に店内の空気は一瞬で凍りついた。レジは完全に機能停止し、客たちは怯え列を離れ始めた。店長は顔を真っ青にして言葉に詰まる。田中は恐怖に震え涙目になっている。あかりはその場で何とか謝罪と返金を繰り返して男をなだめることで精一杯だった。男は覚えてるよとして台詞を吐くとようやく店を去っていった。店内に残されたのは重苦しい空気と消化不良のままの怒りだった。数日後、またあの男が来店した。今度はお釣りの渡し方が気に入らないと文句をつけて別のアルバイトを怒りつけている。店長はまたかとため息をつき、すぐに駆けつけて過剰なほどに所在し、ギフト券で許しを請う。男はそれを受け取るとにやりと品笑いをして満足そうに店を後にした。その日から男は週に1度か2度、さまざまな些細な理由をつけては店に現れ、因縁をつけてくるようになった。タバコの銘柄を間違えた。レジ袋の入れ方が悪い。駐車場のラインが分かりにくい。来るたびに店長やスタッフを怒鳴りつけ、時には土下座に近い謝罪を強要したり、菓子折りを要求したりした。店はあのクレーマーが来る時間帯を気にし始め、スタッフは萎縮し、皆が彼の来店を恐れるようになった。他の客も彼がいるときは店を避けるようになり、売り上げにも影響が出始めた。店長の佐藤は日に日にやつれていく。どうしよう木村さん。本部に相談してもなかなか解決策が見つからなくて。あかりも心の中に深いモヤモヤを抱えていた。マニュアル通りの丁寧な謝罪も交換返金もこの男には全く通用しないどころか、むしろ相手を増長させているだけだ。他のスタッフが彼の理不尽な要求に怯えミスを重ねる姿を見るのはつらかった。このままではいけない。あかりの冷静な心の中に静かな怒りが燃え始めた。ある日、男はあかりのレジに並んだ。おい、この菓子パン、賞味期限が短いじゃないか。半額にしろ。まだ期限は数日残っている。しかも男はそれを手に取ったばかりだ。あかりは毅然と断行した。申し訳ございませんが、賞味期限ではございませんので割引はいたしかねます。すると男は激怒した。なんだその口の利き方は。俺を誰だと思ってるんだ。
店長を出せ。お前みたいな生意気なバイトはクビだ。今すぐ土下座しろ。またしても土下座要求。あかりは冷静さを保ちながらも内心では強い屈辱を感じていた。すみません、お客様。それは。その時、恐怖で震えるアルバイトの田中を男がこづつかれたのを見た。いいから早く謝れよ。その瞬間、あかりの中で何かプツンと切れた。もうこれ以上は我慢できない。彼女は自宅に帰っても眠れずにいた。男の顔が、怒鳴り声が耳から離れない。このままでいいのか。このまま彼に好き放題させるのか。悔し涙が枕を濡らす。しかしその涙はすぐに乾き、彼女の目には強い光が宿った。私にできることをするしかない。あかりはスマホを手に深夜までカスタマーハラスメントについて調べ始めた。最初はクレーム対応術といった記事を読んでいたが、それではこの男には通用しないことは明白だった。さらに深く検索を続けると、あるキーワードにたどり着いた。カスハラ、犯罪。そこには今まで知らなかった言葉が並んでいた。威力業務妨害罪、強要罪、侮辱罪。これだ。彼女は大学の法学部に通う友人涼介に連絡を取った。涼介はあかりのただならぬ様子に驚きながらも真剣に話を聞いてくれた。涼介はあかりに丁寧に説明した。木村、それはただのクレームじゃない。明らかに犯罪行為にあたる。まず君の店で起きているのは威力業務妨害罪だ。客を怯えさせてレジを止めさせて店の営業を妨害している。そして土下座の要求は強要罪にあたる可能性が高い。あかりの心にこれまで感じたことのない確かな手応えが生まれた。法律は私の味方になってくれるんだ。涼介の助言を受け、あかりは次の男の来店に備えて準備を始めた。とにかく証拠だと涼介は言った。法律で戦うには揺るがない証拠が必要だ。まず店長の佐藤に過去の防犯カメラの映像を見せてもらうよう依頼した。佐藤は最初は戸惑ったが、あかりの真剣な眼差しに押されて協力してくれた。過去数回分の映像には男が店員を怒鳴りつけて営業を妨害している様子がはっきりと映っていた。さらにあかりは自分のスマホでいつでも録音・録画できるように設定を整えた。お客様が来店されたらすぐに録画を開始してください。店長にも念のため協力してもらうよう依頼する。そして一番大事なのは君自身が冷静であることだ。感情的になったら相手と同じレベルに落ちる。法律は感情ではなく事実と論理で戦うんだ。涼介の言葉を胸に刻み、あかりは男の来店を静かに待ち構えた。もう怯える自分はいない。彼女の手には目に見えないが、しかし強固な盾と剣が握られていた。数日後の午後6時、自動ドアが開き、あの男が再び店に入ってきた。彼の顔にはいつものように不満と傲慢さが張り付いている。彼の視線はまっすぐにあかりのいるレジへと向かった。あかりの隣にいた田中はびくと体を震わせた。店長の佐藤もカウンターの陰で固唾も飲んで見守っている。男は手に持った週刊誌をカウンターに叩きつけた。おい、この雑誌立ち読み禁止だろうが。俺が立ち読みしてるのに見てたのになんで注意しないんだ。職務怠慢だ。理不尽極まりない言いがかりだった。男は徐々に声を荒れ始めた。どうしてくれるんだ。この責任誰が取るんだ。お前が土下座しろ。まさにその瞬間、あかりは迷わずポケットに忍ばせていたスマートフォンを静かに取り出し、録画ボタンをタップした。あかりは男の前に一歩踏み出した。お客様、
申し訳ございませんが。男は嘲笑するように言った。また謝罪か。お前らの謝罪なんて聞きたくねえんだよ。土下座しろって言ってんだろ。あかりは一切の感情を排した冷たい声で、しかしはっきりと告げた。彼女の目は恐怖ではなく確固たる決意を宿していた。お客様の現在のご行為は当店の業務を著しく妨害しており、刑法第233条の威力業務妨害罪に該当する可能性があります。男の顔から一瞬にして血の気が引いた。また、私に土下座を強要する行為は刑法第223条の強要罪にあたる可能性があります。あかりは録画中のスマートフォンを男に見えるように少し高く掲げた。画面の赤い点が男の顔を照らしている。これ以上の迷惑行為が続くようでしたら、この録画データと過去の防犯カメラの映像と店長とどこかのスタッフの証言とともに警察への相談を検討させていただきます。畳みかけるような法律用語の羅列と動かぬ証拠の提示。男は顔を真っ赤にしてたるんだ。言葉が出てこない。法律という彼がこれまで軽視していたが絶対的な壁が立ちはだかっていた。男はもはや反論の余地がないことを悟った。なんだと？覚えてろよ。こんな店二度と来るか。彼はそう捨て台詞を吐き、足早に店を飛び出していった。自動ドアが閉まる音だけが店内に響く。静寂が訪れ、そしてすぐに安堵のため息が漏れた。店長の佐藤はあかりに駆け寄ってきた。木村さん、本当に助かった。ありがとう。田中も涙を拭いながらあかりに深々と頭を下げた。客たちは拍手こそしないものの、安堵と尊敬の眼差しをあかりに向けている。その日以来、あの男が店に現れることは二度となかった。店の雰囲気は一変した。スタッフたちは皆自信を取り戻して以前のように笑顔で接客するようになった。あかりは自分の身を、そして店を守るために冷静な判断と正確な知識がどれほど重要かを知った。正しい知識は私を守る武器になる。彼女の心に静かな確信が芽生えていた。数日後、店長があかりに声をかけた。木村さん、本当にありがとう。君のおかげでこの店もみんなも安心して働けるようになったよ。これを機に全スタッフ向けにカスハラ対策の勉強会も開くことになったよ。あかりは少しだけ照れながらもその言葉を素直に喜んだ。正しい知識は誰かの役に立つ。その日の休憩時間、あかりはスマートフォンを手に法学部の友人涼介にメッセージを送った。撃退できたよ。本当にありがとう。すぐに涼介から返信が来た。やったな。法律は知ってるやつが強いんだ。また何かあったら相談しろ。あかりは涼介の言葉にうんと心の中でうなずいた。今日もあかりはレジのカウンターに立っている。さまざまな客が次々とレジにやってくる。彼女の胸の中には冷静沈着なコンビニ店員として培った経験と、そして法律という目に見えないが強固な盾があった。その盾は彼女の日常を守り、時に理不尽な要求を跳ね返す。次、いらっしゃいませ。彼女の明るい声が店内に響き渡った。今回の法律 Tips、カスハラから身を守るための3つのステップ。今回の物語、いかがでしたでしょうか。あかりさんが直面したようなカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラは残念ながら私たちの日常に潜んでいます。しかし、正しい知識と準備があれば、あなたも毅然と対処することができるのです。ここでは、悪質なカスハラから身を守り、冷静に状況を解決するための
3つのステップをご紹介します。ステップ1、冷静な対応。まず、上司へ報告し、初期対応を行う。カスハラが始まった際に最も重要なのは、感情的にならず、まず上司へ報告し、マニュアル通りの初期対応を行うことです。一人で抱え込まず、組織で対応しましょう。謝罪と事実確認。まずは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんと謝罪し、何に対して怒っているのか、具体的な事実を確認しましょう。この段階で解決することもあります。代替案の提示。交換、返金、代替品の提供など、店舗として可能な範囲での解決策を冷静に提示します。マニュアルを超える要求には応じない。土下座の強要や個人情報の要求など、マニュアルにないまたは常識を超える要求には、毅然と応じない姿勢が重要です。その場で一人で判断せず、必ず店長や責任者へ報告し、指示を仰ぎましょう。ステップ2、証拠保全。理不尽な要求は正当な目的で記録する。初期対応で解決せず、カスハラがエスカレートした場合は、相手の行為を正確に記録することが、後の対応で非常に重要になります。店内防犯カメラの活用。店内には防犯カメラがありますので、まずはそれが状況を記録していることを意識しましょう。スマートフォンでの録音・録画。状況がエスカレートし、身の危険を感じたり、業務妨害が明確になった場合は、自分の身や業務を守る正当な目的で、スマートフォンでの録音や録画を開始しましょう。これは、後に警察や法的な対応が必要になった際の強力な証拠となります。日時、場所、内容を記録。具体的な言動、時間、場所、周囲の状況などをメモに残しておくと、より客観的な証拠となります。ステップ3、法律武装。犯罪にあたる可能性を明確に告げる。証拠を手にしたら、法律の知識を武器に毅然と対応します。相手の行為が犯罪行為にあたる可能性があることを伝えることで、多くの場合、相手は態度を軟化させます。威力業務妨害罪。大声で怒鳴り散らす、長時間居座るなどして店の営業を妨害する行為は、刑法第233条の威力業務妨害罪にあたる可能性があります。強要罪。土下座や過度な謝罪を無理やり強いる行為は、刑法第223条の強要罪にあたる可能性があります。〇〇罪に該当する可能性がありますと伝える。お客様の行為は〇〇罪に該当する可能性があります。これ以上続くようでしたら、証拠をもとに警察への相談を検討させていただきますと、冷静にだがはっきりと告げましょう。この際、録音・録画していることを明示すると、相手に与えるプレッシャーはさらに大きくなります。カスハラは決して許される行為ではありません。あなたの身と心を守るために、今回の Tips をぜひ覚えておいてくださいね。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルが発生した場合は、すぐに上司や責任者に報告し、警察または弁護士等の専門家にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。